どうも、こんにちは。エンジン太郎です。実験用のテーブルに戻しました。とりあえず安定化電源で駆動させていくんですが、今は全部の回路、いわゆる4気筒分すべてつないだ状態ですね。これでスイッチオンってやると、それぞれ飛んだり飛ばなかったりとちょっと不安定ですね。じゃあ問題がどこにあるかという話ですね。当初の予定では分配器だと思ったので、例えば分配器1番を残して全部切りますね。一旦1番を残して信号は出ません。ではこれで1番だけになったんですが、やっぱり2、3、4も点火してます。ちょっと不安定ですが出ちゃいますね。ピックアップコイルにつながってる分ですね。これも1番を除いて全部切り離します。では仮にこのフォトカプラーからの信号をやめて通常のピックアップコイルに変更してみます。やっぱスパークした瞬間に出るノイズを拾ってる可能性が一番高いのかな。参りましたね。なんでだ。はい、直流の CDI は結局ダメだったので、よくモンキーなんかである中華モンキーで使ってるような交流の CDI ですねに変更しました。はい、ブレッドボード上に自作 CDI 作りました。基本的にはハイロケットさんの CDI と全く同じものです。ただパルスの信号の取り方だけがフォトインタラプターに変わってるというだけのものですね。では実験始めてみます。これで完全に行き詰まったな。はい、先ほどシミュレーションをしてたらシミュレーター壊れちゃいましたね。ぐにゃぐにゃです。結構熱も落ちますね。上がっちゃってますね。やっぱ 3D プリンターじゃ無理ありましたね。仕方がないので、もっと丈夫に作ります。いつもの作業場でシミュレートできるようにそちらで準備します。今後は合成が高くてコントロールが容易なフライス版でシミュレートできるようにその準備をしていきます。これら辺は簡単なものなので全部はしょっちゃいますね。はい、これでフライス板に取り付けられるようになりました。先ほどよりずっと安定して回ってますね。こんなもんだね。これでシミュレートできますね。いろいろやってみましたが結局解決策が今の時点でフォトインタラプターを使ったプランはもう解決策が見つかりませんでした。じゃあ磁石のセンサー使ったらどうだろうと思ってやってみたんですが、症状としてはフォトインタラプターと全く同じ症状が出てしまいます。単気筒ならどちらも問題なくいくので、
単キットを作るときはいいんですが、点火回路を2個以上つけようとするとどうしても問題が出ますね。なので仕方がないので、ピックアップコイルを搭載するタイプのものに戻してみました。今ちょっと仮にもう無理やり2個つけてます。本来の位置は90度なのでこの辺になるんですが、とにかくこれとこれが別々に点火できるのかどうかというのをまずやらないといけなかったので、こういう状態になってます。実際にはこれカムの方につけることになるんで、ちょっと全く同じ条件というわけにはいかないですが、とにかく点火回路を2個にしてピックアップコイルを2つ動かしますね。そうするとスパークは両方とも始まります。では1番からチェックしますか。タイミングライトセットして1番でシールが見えると思います。シール見えるかな。1番にシールのマークいますね。それでこの時2番を照らしても2番にはシールが映らないです。これが正常な状態ですね。1番のセンサーから拾った信号は1番のプラグしかスパークさせないという当たり前なんですけど、これがずっとできなかったんです。では2番に付け替えてみますね。では2番にすると2番の方にシールを移動します。当然1番には映らないと。この状態になってほしかったんですが、どうやってもフォトインタラプターなど電子機器を使うと難しかったです。まあ仕方がないので、もうこのまんま進めていこうと思います。なのでこのピックアップコイルまた使うことになります。最初のプランに戻るという形ですね。横っちょが大きくなるのはちょっと嫌ですが、もうそれしか方法が今のところ見つからないです。ではあとは、ピックアップコイルをつけるので設計変更ですね。またこれで3度目の設計変更となります。さて今回作り直し設計し直しの部品は2つ、ピックアップベース B とピックアップの突起部分ですね。ピックアップベースは一番最初にも作りましたし、2個目も作ってます。3個目はまた違う形で作ることになりますね。はい、これで、単面この辺まで整えておけば十分ですね、多分。続いて中繰り加工をやるので下穴を開けていきます。でも 0.09 なら、はい、ちょっとオーバーしちゃいましたが、0.09 程度ならまあ問題ないですね。次は、このラインですね。このラインに沿ってやっていくので、
直径 60.78 で、深さが 22.73。よいしょ。まあこんなもんでいっか。仕上げ白を 0. 何ミリか残した状態、1ミリぐらい残してますが、このぐらいでいきますか。まずここ60ミリ、直径60ミリ、7.1 ミリまで彫り込んできます。なんだよな。これでいいね。だいたい0.1と。はい、これで旋盤作業部門は一応終わりましたね。じゃあフライス作業をやっていきます。まずここの面の高さを 33.83 ミリ。さっきは仕上げ白残してたのでちょっと今余分な状態です。これで所定の高さになりましたね。次、底の部分ですね。まずはここだね。ここ取ってここ取って残りって感じか。あとはこのままだとピックアップコイルがぶつかるので切り欠きを少し作って避けます。よし。あとは穴開けと。残りは円弧状の長穴の準備をしていきます。はい、これで完成しました。穴位置も特に問題なさそうですね。
はい、こっちも、特に問題ないです。ピックアップ側の穴がちょっとガバ穴なので、前後は調整が少しは効きます。では引き続き今度ピックアップの突起、センサーの突起になる部分ですね、作っていきます。はい、ベース、土台の部分はできたので、今度はこの突起の部分ですね、これを作っていきます。4気筒で2個のセンサーなので、突起は2個。すっきり初めて気がついたんですが、ノコバンで切った方がずっと楽でしたね。はい、とりあえずは材料の切り出し終わりました。まずこのパーツは外周を一皮むいて切るところからですね。まず先に切ってしまいます。材料を切ったらリーマーの下穴を開けていきます。よし。2個の素材が準備できたら溶接をしていきます。はい、OK ですね。2個の部品が一体化したらまた旋盤加工で仕上げをしていきます。回転する部品なので少し軽量化をしたいので中抜きの加工をしています。そうですね、これで旋盤工程終わったので、あとは突起部分ですね。ここちょっと切り欠きを作って残していくっていう感じですね、一部を。あとは不要部分をカットして出っ張りを作っていく加工をやっていきます。
こんな感じでセンサーの出っ張りパーツですね、できました。あとはちょっとバリが出てるのでバリ仕上げて一応終わりですね。これは点火システムが変更になったことによってまた点火コイルも変更します。ツインコイルですね。よく見かける4気筒のタイプによく見かけるツインコイル使います。このコイル実は最初に買ってやって初期使おうと思っていたコイルの方ですね。それを1個ずつのに一旦は変更したんですけど、また戻すこっちに形変更となりました。なのでこれにプラグキャップをまたつける作業をしなくてはならないですね。プラグキャップ4つともできましたね。熱い。あとこの辺邪魔だから切るかもですけど、残しといても特に問題はないと思います。はい、最低限放電するかだけでもチェックしていきます。放電してないですね。ダメか。ツインコイルが悪いのかな。実験との違いはこのツインコイルを使ってることですね。とりあえずコイルの抵抗値を測ってみます。これも 0.4 ですね。じゃあツインスパークの抵抗値はというと 3.7、 結構抵抗大きいですね。これは巻き線の量の違いだろうな。多分モンキー系横型用の CDI ではツインスパークを放電させるだけの容量がない、電力を得られないのかな。よし、とりあえず実験としてはシングルスパーク、従来のこちらのオレンジの方に切り替えてみてやってみますね。ではこれでつなぎ直したので、はい、これでこっちのイグニッションコイルだったら出る、オレンジの方のコイルなら出るというのが分かったので、このイグニッションコイルを14番用23番用と直列してみますね。並列ですね。1個の CDI を2つのイグニッションコイルに分岐して使ってみます。これで放電するかチェックですね。放電してくれれば一応の形にはなったということですね。いや、一安心です。これでとりあえずは放電の確認まではできたので、一応タイミングライトチェックしてみますね。14番につけるとして、これで14のあたりで、よし、大丈夫。ついでに23のチェックもやってみます。特に問題ないですね。はい、今回ここまでとなります。なんとか点火は形になりましたね。一時はどうなるかと思いましたね。次エンジン作るときは普通の CDA 使ってトランジスタで誤作動しないような回路設計できるといいですね。とにかく点火準備までは進みました。ちょっともうコイル今このまんまですけど、コイルこの辺にまたステー作ってくっつけます。このコイル外しますね。次回は、初爆までのテストができたらと思っています。
なのでちょっと次回時間かかっちゃうかもしれないですね。まだ細々したものを準備しなきゃいけないので、まあでもなんとか次にアップロードするときには初爆試験まで行ってるといいですね。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。